ロのその仕事を見てると、農薬風でもマスクをしない吸い込んでしまうという状況を見ながら、大丈夫なのかなってやっぱ小さいながらやっぱずっと思ってたわけですよね。で結局はがんになっておふくろが死んだ時に自分が殺したような気持ちになったんですね。うちあんだけお茶を飲んでたのに、お茶が好きだったのに結局がんで亡くなった。ちょうどその頃国はお茶はがんに効くなんてことを言ってても、じゃあお茶はがんに効かないんじゃんって思ったんですよね。だからその時思ったのは、じゃあ自分だけは人の健康をそのお茶で守れるような栽培方法というのをやらなきゃいけないなと思ったんですね。ここは標高が200メーターぐらいなんです。で内陸ですから、その朝と昼のですね気温差がものすごく激しいし、で冬の間もマイナス10度ぐらいまでには下がっていきますので、だから寒い冬が来たほど美味しいお茶ができるというのは、そういった糖の蓄積なんですね。やっぱ美味しいお茶ができるやっぱ条件としては、排水が良くないといけないんですよ。この地域はちょうど西の方向に桜島、北の方向に霧島火山というのがあるんですけど、そこのおかげでというかシラス台地なんですね。結局深いところは200メーターから400メーターあるんですよ、シラスの層が。いいところはその排水がめちゃめちゃいいんですよ。この排水がいいとこというのは結局人工的に土が変えられるということなんですよね。根っこがどこまでも伸びて土壌中の、洗濯吸収って言いますけど、好きな養分も吸収できるということですので、うまいお茶とか、香り高いお茶、本物のお茶っていうのを若者が知らないわけですよ。だから我々のやっぱりこれからやらなければいけないと思うのは、そういった本物を日本人が知らなくて、じゃあ海外に送れるかということなんですよ。だから鹿児島でもそういった本物をやっぱり作るべきだと思うし、本当のお茶のうまさというのをやっぱり伝えていくためには、今のところ玉露しかないとは思うんですよね。本当にそんだけ心を込めて作ったお茶ですので、3銭から4銭ぐらいいただいた後、小皿に取り出して、ポン酢に塩をかけて食べてほしい。それはどういうことかというと、もちろん渋みがないので美味しくいただけます。お茶として、煎じて飲んだ場合にはミネラルとかビタミンとかですね、いっぱい養分が残っておりますので、最後まで体に摂取することで健康を維持できるということじゃないかなというふうに思っています。一般的な煎茶というのは光を受けてできるのがタンニンという渋みなんですね。そのまま放置すると結局渋みの強いお茶になってしまうということなので、そこで遮光するわけですね。遮光が短ければそのかぶせ茶ということになるんですけど、玉露とか天茶の場合は20日間かぶせるんですよ。それを急に遮光してしまうと木がびっくりしてどんどん生育が落ちてしまうんですね。最初はほんの隙間もいっぱい開けて、若干影になるぐらいで少しずつ遮光を暗くしていって、最後はもう 97%、8%、もうほとんど光が入らないぐらいまですることによって、タンニンという成分がテアニンというアミノ酸のまま温存できるわけですよ。本当に人を健康にしたければ肥料から自分で作らないとダメです。農業の大きな目的っていうのは循環させることなんですね。いろんなものを、例えばその産業廃棄物とか、一般廃棄物もですけど、その地域からゴミとして出るものであっても、もし発酵させて堆肥化できれば結局立派な肥料になるんですね。じゃあ鹿児島の最高峰のお茶って何かって言った時に、我々はその玉露を超えるような、また新しいそのうまみの強い、人を健康にする、がんも治せるような、そういったパワーのあるお茶というのを作っていきたいですね。